こんばんは。すいません。なるさん、こんばんは。ちょっと待ってね。待ってね、今。少々お待ちください。あれれれれ。どうやったらいいんだろう。こうしておいて。これでいいのか。よしよし。すいません。ちょっとファイルをね、ダウンロードし直してたんですけど、これできたかな。ちょっとお待ちください。できてればいいんだけど、ちょっと不安。ちょっと待ってね。今日はかなり手こずってます。ナバルさん、こんばんは。すみません、もう手こずっちゃってて、ファイルのダウンロードしてたと思ったら LINE がこうなんかつながってないみたいな状態になってて、そのままほっぽっといたら全然ダウンロードされてませんでした。すいません。今ごちょごちょやってたんですけど、多分できたとは思うんですけど、ちょっとあんまりあっちこっちいじるとまた変なことになっちゃうから、ちょっと怖い状態でいます。今日も雨降んないですね。全然暑いです。もう本当にね、昼間窓開けてたりしても熱風しか入ってこないっていう状態で、これはね本当どうにもならない。エアコン代は本当に高いし、またなんか今日なんかもあれでしょ、原油がめちゃくちゃ上がってるって言ってて、ドル円だってね、なんか 2円ぐらい、2、3円上がってんじゃないのかな。146円20ぐらいはいきそうな勢いはありますよね。だからこの時間で U ターンしないとそのまま突き抜けていくんじゃないかなっていう感じですよね。この時間が天井にならないともうそのまんましちゃうんじゃないかなっていう。ゴールデンウィークなのにね、お買い物とかお食事とか少しでもね安くなればいいのに、海外でそうもいかなくなっちゃうような。ごめんなさい、ナバルさん、もう一個見てなかった、ね、毎度寝落ちすいません。ありがとうございます。寝落ちでもつないでくれるだけありがたい。いやほんとね、暑い、やばいこれは。台風とかだけね来ないでほしいし、だからこそ夜の雨とかざんざん降っててほしいんだよね。冷えておいてくれないとね、この一気に来られるのはちょっと本当に困るから、ちょっと待ってね。違うか、これで安心しちゃいけないんだ。ダウンロードしたのを OBS に入れるのも忘れてた、大丈夫かな。ちょっと待ってね。怖い怖い怖い、本当にいろんなものを配信中にいじるのが本当に怖い。どうしたらいいこれ。それで
スクトップに落としたはずなんだけど、トップに落としたよね、落としたよねってます。あれあれれれれ、どこ行っちゃったの？あ、これでこっちがひっついちゃったんだ。よし、とりあえず大丈夫かもしれないということで、よいしょ、これをまずしておいて、もう今日バタバタして全然時間がなくて、これ削除できないとどうすればいいんだろう。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ごめんなさいね。なんかね、昼間にもう今日は時間あるななんて思って動画作ったりしてたんですよ。で、結局その動画も中途半端になっちゃってて、中途半端は中途半端なんですけど、途中でやらなきゃいけないことを思い出して大慌てで、だから動画も作れないままちょっと出ることになっちゃって、なんかほんとバタバタして帰ってきて、お腹が空いたからちょっと食事と思ってお腹に物を入れたら、今度はうとうと眠くなって、夕方いやちょっと遅めの何時ぐらいだ、6時ぐらいからうとうとし始めて、でふと起きたらもうさっきやばいと思って、ここからつなぎ始めて、で説明書きとかこう打ってて、現在に至るって感じで、なんかまともなことをちゃんと今日はこなせてない一日ですね。全部が中途半端になりっぱなしな状態で、ちょっと悲しい。みんな、そうだ、今日から本格的ゴールデンウィークかな。今日からですよね。今日も木曜日、木曜か。今日の夜出発って、私の知り合いは今日の夜出発するんだって、どこ行くのって言ったらハワイって言ってましたね。ハワイなんだって、ハワイにちょっと行ってくるって、めちゃくちゃ高いんじゃないのって聞いたら、2人で39万円くらい、もう40万だって言ってましたね。結構いいとこ泊まるんでしょうけど、40万かっていう状態です。なんかでいきなり LINE があって、ハワイ行ってくるって言ってたんですけど、もう私にハワイ行くなら言わなくてもいいのにって感じだったんですけどね。サイパンならサイパンなのって思うけど、ハワイに行くのにわざわざ言わないでよって感じなんだけど、なんでみんな結構だからハワイ行く人多いんじゃないかなって。サイパンはもう相変わらずプライベートビーチ状態が続いてますね。もう全くゴールデンウィークの影なしで、私韓国とかの人が今日でも2組でも、それでも2組ぐらいしかすれ違わなかったんだけど、だからちょうど私が出てった時間っていうのが
まだ海とかアトラクションをやってる4時前だったと思うんで、4時ぐらいに帰ってきたりして、それから何シャワー浴びて、夕方から出たりするじゃないですか。そのちょうどいない時間だったのかなって思いたいっていうところもあるんですけど、思いたいだけ、全然いない、本当にいない、プライベートビーチ満載って感じでどこ行っても本当に3か所ぐらいこうホテルのビーチに出てみたけど、全然合わなかったかなっていうぐらいで、街は静かでしたね。他の国で他の国っていうか、他の地域、アメリカの他の地域でこういう観光地でデューティーフリーがないっていうとこあるのかな。今日はそんなことをふと思いましたね。結局デューティーフリーがなくなると、現地に住んでる人たちも、例えば化粧水とかあの辺のもの、化粧品とかって結構デューティーフリーでみんな買ってたと思うんですけど、あそこがなくなると結構大変なんじゃないかなって思うんですよね。だから日本のじゃなくてもだけど、ちゃんとした化粧品屋さんっていうのってサイパンにはないから、そういうのがあったらローカル受けするのかな。韓国コスメとかいいよね。だから韓国からなら関税も安いし、韓国から関税も安いし、コスメも韓国のは安いし、そういうお店があってくれたらいいのになって思いましたね。本格的な韓国コスメを置いてるようなお店は全然ないから、ちょっとだけ足の何あれ、皮むけるやつ、なんていうんだっけ、足パックの足パックを売ってたり、ちょっとしたパックを売ってる、韓国のコスメを売ってるお店はあるんだけど、他には全くないから、ここもなんかちょこっと置いてあるだけで、たくさんこう韓国のものを置いてあるってわけじゃないから、もう韓国から仕入れしてるところってないのかな、あんまりないのかな。前はミドルロードかなんかに韓国のお店があったんだけど、もうなくなってたな。そういえばこの間、そういえばなくなってた。韓国の洋服とかコスメとか、ちょっとこうまとまって韓国からバンと仕入れて売ってるところがあったんですけど、なくなってたな。そういえばお店の看板がなかった。ちゃんとは見てないけど、また余計なこと違ってたら困っちゃうからな。太郎さん、はじめましてかな。こんばんは、はじめましてです。10月9日から1週間サイパンに行きます。わあ、10月9日、10月って今5、6、今日5月になったんですよね。6、7、8、9、10、あと5ヶ月先ですね。ぜひ遊んでくださいね。楽しんでくださいね。10月ぐらいならね、どうなってるのかな、ドル円ちょっと、ね、146円ぐらいで U ターンしてくれれば下目指してくれると思われるけどね。今日は日銀会合で円安に触れてるんで、この時間下がっていかなかったらちょっと上を1回目指しに行くでしょうからね。下がってないね。下がってないから、ちょっと1回上146円ちょいまで行って、ここ戻ってこなかったら突き抜けてまた60円ぐらいいっちゃうような感じだから、小太郎さん
自己判断でドル円を変えておいてください、ね、この際うちのリスナーさんでも142円1万円を両替して70ドル返ってこなかったらもうそれ以上はギブだって言ってましたから、困っちゃいますよね。あんまり円安に振られちゃうとどんどんこう下がってってくれないと。太郎さんはダイビングとかですかね。何をしに来るのかな、サイパンには。今の目当てって言ったらお買い物はまずないでしょう。お買い物に来るっていうような場所じゃないから、ただ海に遊びに来る、まあそれ一番贅沢な旅行なんですけどね。海だけをぼーっとしに来るとか一番贅沢な旅行になるんですけど、何しに来るのかな。なるさん、ダイビングなるさんは知ってます。この間聞きましたから覚えてます。まだ忘れない。その辺はいろんなことすぐ忘れるけど、なるさんが言ったことは覚えてますよ。ちゃんとダイビングですよね。ダイビングとかめちゃくちゃ今綺麗だと思う。人が入ってないから本当にプライベートビーチ状態だし、ビーチがグロットとか行ってもまず人と噛み合わないと思う。2月にグアム行った際の160円で両替したドルがまだたくさんあります。うわ160円で両替したんだ。2月って160円ぐらいだったんだ。高どうにもなんないね、それは。でもたくさんあるんならまだいいですよね。いや160円って一番高い時ですよね。162円ぐらいまで行ったんだっけな、この間じゃないけどちょっと前だけどね。162円ぐらいまで行って160円っつったら結構両替でそっか、両替手数料が入るから158円ぐらいの時に両替しちゃったってことかな。両替手数料も高いもんね。一番なんか安いのは両替するのにあたって一番安いのがセゾンカードかなんかのそのカードを見せると、なんて言ってたっけな、セゾンカードのカードを見せると両替手数料が半額になるっていうのを前に聞いたことがあるんだけど、今はどうだかわかんないそれが現金のやつね。でカード決済だとね、その場の料金でその日の為替で計算されるから、それも今の時期だと分かんないよね。太郎さん、去年4月にグアムに行った時も160円でした160円160円の時、もう一か八かだから仕方ないんだけどね。小太郎さんは高い時に行っちゃうのか、それともしょっちゅう行き過ぎてるからだから高い時も当たっちゃうっていう感じなのかな。どうなんだろ
でも結構行ってるんですね。グアムが好きで、今回はじゃあなんでサイパンなんだろう。グアムはね、もちろんミニハワイって言われてるぐらいお買い物もたくさんあるし、まあ、グアムの方が食べ物とかそういうものはちょっとね高い。サイパン来たら多分びっくりするぐらい安いと思う。グアムから比べたら。グアムのローカルの人がだって週末とかサイパンに遊びに来て、サイパンは安いっていうぐらいだからそういう感じの場所なんで、いや何もなくていいねって。何もなさすぎて。小太郎さんはサイパンに来たことあるのかな。1週間も来るって。うねさんが1週間来て、この間いくらとかって言ってたっけな。なんかすごい高いこと言ってたけど、でなるさんが5月ゴールデンウィーク明け14万だっけ。5月ゴールデンウィーク明けって言ってましたよね。ゴールデンウィーク明けで14万サイパン旅行。違う、末です。なるさん末なんだ。5月末ってことかな。5月末ってことかな。14万高いよね本当に。サイパン旅行っぽくないよね。10月にでも取ったっていうことは、小太郎さんが10月に取ったっていうことは、きっと10月も東京からでいいのかな、成田からでいいのかな。直行便ですかね。直行便ですかね。直行便。そしたら小太郎さんが取ったっていう、もし10月に取ったっていうことになったら、10月も直行便がまだ飛んでるってことだね、サイパンにね。香港の直行便が今日からなくなるのかな。来月かな。今日からなくなるのかな。確か香港の直行便も終わってしまって、中国からのだから直行で来れる便がなくなっちゃったんですよ。深夜さんこんばんは。いつもありがとうございます。こんばんはです。今日も手間取っております。バタバタしながら始めております。太郎さんは直行便で来るのかな。なるさんはグアム経由で、グアム放置プレイなんだよね、確かね。太郎さん、はい、実はサイパンを18回19回くらいダイヤモンドホテルの時から行ってます。ちょっと待って、ダイヤモンドホテルって今何ホテルなんだろう。ダイヤモンドホテルってあったよね。ダイヤモンドホテルってあった。ススペの方にあるけど、もう楽園の頃ですね。じゃあね、18回19回ってすごいな。ダイヤモンドホテルって今なんてホテルだったっけな。深夜さん分かります？ダイヤモンドホテルってなんてホテルでしたっけ。小太郎さん、ワールドリゾート。ワールドリゾートはの隣の隣かなんかにダイヤモンドホテルってあるんですよね。ワールドリゾートはワールドリゾートって名前変わったっけ。変わってないような気がする。私18回19回ってもうベテランですね。最近はもしかして来てないですかね。グアムの方が好きになっちゃったんですかね。グアム来
言ってるとグアムの感覚でサイパン来ちゃったらちょっと悲しいことになっちゃうんで、ワールドワールドリゾートの前がダイヤモンドホテルです。ワールドリゾートの前がワールドリゾートの名前の前がっていうこと？いやいや、そうだったっけ？ビッグボーイズの本拠地。隣がグランドホテルだ。あ、そっか。うわ、すごいな、小太郎さんも。ビッグボーイの深夜さん、ビッグボーイのピンクのおじさんの本拠地。小太郎さん、そっか、隣がそうか。グランドホテルだ。そうだそうだ。ダイヤモンドホテルってワールドリゾート言ったんだ。うわー、そんな時代があったんだ。なんか思い出してきた。いつよって感じだけど、それ本郷ランチ美味しかった。また知らないところを深夜さんそうやって。本郷って何？韓国料理かなんかでしょ。そう。ススペ大好きのおっさんです。小太郎さんはススペなんだ。スペは昨日、おとといかな、いやいや、先おとといかなの映像に、先おとといとかその辺はススペの映像とあっち側の映像、最新のね、今の映像を流してますから、後で見てください。いろんなところが多分なくなってるんで、ちょっとびっくりしちゃうかもしれないですけど、もし最近サイパンに来てなければ、本郷ランチどこにあるんだ、もう全然わかんないや。ススペの方のこと言ってるんだろうな、皆さん。ススペはね、本当ワールドリゾートはわかるけど、グランドホテルもわかるわ。あとはなんだっけ、あと何かあるっていう状態なんだよね。昔はね、それはほらナイトクラブとかなんかいっぱいこうちょっと固まってたけど、上店ある。上店の隣の恵比寿屋さんが良かったです。その辺の映像この間流してますね。恵比寿屋さんね、なくなりましたけど。ダイヤモンドの1階にあったの、深夜さん。知らん。全然知らない。ダイヤモンドホテルっていうこと自体を忘れてたし。そうだ、ダイヤモンドホテルだったんだ。じゃあそっか。じゃあダイヤモンドホテルの時に、じゃあちょっとワイルドリゾートの前なんだっけなって昔、ちょっと前に思ってたことがあったんだけど、それでちょっと今日ダイヤモンドホテルってダイヤモンドホテルの時に、じゃあゴスペラーズくんたちが来たんだ。小太郎さん、5年前直行便がなかった時、グアムで一泊してサイパンに行きました。グアム放置プレイじゃなくてグアム一泊したんですね。放置プレイじゃないんだらよかったですね。放置プレイだとなんか結構辛い。ちょうどなんか8時間ぐらいグアムにいたりすると結構辛い状態になるんですよね。だから
放置プレイなるさん、なるさん、私放置です。放置。今日なるさん飲んでないのかな。まだ普通ですね。普通ですねって言っちゃいけないのかな。なんて言ったらいいんだろう。5年前か。5年前って私ちょうど死んでましたね。グアムで一泊してからサイパンだったんだ。それでもサイパンに来たい何かがあったんですかね。すごいすごい。グアムでね、私もいつだっけな、ずいぶん前ですけど、もうコロナ前にグアム経由で直行便がなかったんで、グアム経由で帰ってきた時にほんとグアムで辛かった。もうあんな思いするなら帰りたくないなって感じでしたね。グアム経由の一回、一泊できればね、まだいいですけどね、中途半端な時間帯に着いちゃうと一泊もできないし、外にも出れない、何もできない状態になるのが一番ちょっと辛いですよね。なるさん、放置プレイ頑張ってくださいね。ジンヤさん、ススペは韓国系刺身屋が美味しかった。へえ。刺身、韓国のお刺身って綺麗に日本の職人さんみたいに綺麗に切ってないですよね。なんかぶつ切りっていう感じで、なんか繊維と逆に切って出すようなお刺身が多い印象があるんですけど、なんかぶつ切りっていうのかな、あれ。日本の職人さんみたいに綺麗に切られてないっていう感じがするのが多いような気がするんだけど、太郎さん、一泊してでもサイパンが良くて行きました。すごい。そうなんだ。5年前ぐらいってまだサイパンにぎわってたのかな、韓国の人とかで。中国の人も来てたもんね、5年前って言ったら。確か、多分きっとそう思う。外出てない時期だったんで分かんないんですけど、多分きっとそう思う。もう中国の人もいないし、もうとにかく今なんかゴールデンウィークだっていうのに、もうプライベートビーチ感満載ですよ。誰もいない。自分の足跡しかつかないですよ、砂浜に。深夜さん、わさびが、韓国のわさびがエメラルドグリーン。粉わさび使うんだ。粉の小太郎さん、いえいえ、ガラガラガラパンでした。5年前で。ガラガラだったんだ。もうない時期だったんだ。じゃあ5年前、その辺ね、ちょっとね、記憶が飛んでるような気がするんでよくわかんないところが多いんですけど、その時期からガラガガラガラだったの、サイパン。うちの、昨日思ったんですけど、うち猫が来てやっと今年の4月で2年になったんですけど、猫ちゃんが来てから復活の兆しが出てきたんで、それ以前のことはあまりよく分かってないんですよね、実際ね。最近ね、お散歩動画
毎日いろんなの出してますけど、どうなんだろう。5年前もガラガラだったのサイパン。ちょっと困っちゃうね、それ。困っちゃうっていうか、そんなだったんだ。で、私はやっぱコロナ前だったんで、まだ人が中国人の人とか韓国人の人とかはいたんですよ。今日はね、あの新しいちょこっとした動いたニュースがあったんでね、それを、やっと動き始めるかなっていう感じのことをね、言いたくてライブで言いたかったんですけど、カジノがやっと売却 IPI って言って、今まで持ってたインペリアルパシフィックインターナショナルって言ったかな、ここが、破産して倒産して、でなんだっけ、チームキングっていう会社が、そこの代表の方が日本人の名前、代表っていうかサイパンでやり取りをしてる人が日本人の名前だったんだけど、香港かな、香港どこの会社、元がタックスヘブンの会社だ。タックスヘブンの会社から来てる人で、120違う1295万ドルで落札をしたんだよね。もう一個落札会社が候補を上げてたのが129万ドルかなんかで、5万ドルぐらいの差で、でっかいけどね、5万ドルって言ったって、でその差でチームキングっていうところが入札で買って、でそれには建物とか、あのホテルの建物、あとカジノの全部設置の台とか、ああいうものを含むものっていうものが含まれてるんだけど、ただないのがカジノのライセンスどうすんだよって感じなんだけど、カジノのライセンスをまだ政府が許可してないのね。 IPI が結局は持ったまま、使えない、停止されちゃったライセンスを持ったまま持ってるわけで、サイパンの法律、知事次第なんだけど、ガバナー次第なんだけど、サイパンは一つのカジノっていう決まりがあるわけよ。決め事があって、それ法律みたいな感じになってて、一つのカジノだから IPI がまだ持ったまま、その使えないライセンス、停止されちゃったライセンスを持ったままだから、まだそのチームキングに渡して下ろしてないのね支払い命令で OK っていうことがやっていいよみたいな感じで、土地とホテルとカジノの機会を裁判所が抑えてたものを、そこがこう渡したわけだから、それでライセンスを下ろさないよっつったらちょっと変なことになっちゃうからね、変な島になっちゃうから、詐欺パンかってまた言われるようになっちゃうから、それはないと思うんだけど、これででもライセンスを発行するにあたって、発行しないよって、ダメだよそんなのって、黒い影があるから無理って言ってた政府の人たちがいるわけ、数人で、このチームキングっていうところが黒いって言ってたから、裁判オークションで落としたものも売られないできたのね、今までで。やっと今日それが OK、 あなたたちに売りますよってことになったんだけど、ライセンスがないのね。ライセンスをこれ出ないまま進めるのって、
どういうことなのって今日のねツーリズムとかいう新聞にも載ってたんだけど、観光局が私たちはなんか安心安全みたいなそういう精神でいますとか言ってるんだけど、深夜さんセネタ柴田が許可しますよ。そうなの？セネター柴田って誰？柴田さんっていう人がいるのかしら。小太郎さん、コロナ前でしたが昼間でも、また見えないところになっちゃった。これ何がかばさっちゃうの。コロナ前でしたが昼間でもガラパンで妻が島内観光をした際、ツアー客は一人でバスガイドさんの恵子さん貸し切りでした。誰だかわかんないけど、その人、ガイドさんの恵子さんっていう人を貸し切りだったんだ。マンツーマンのガイドさん、すごいねそれ。贅沢といえば贅沢ちょっとね、なんか気まずいよね、一人一対一っていうのもね。誰かいればまだちょっと、それ気の合わない人だったりしたらもう最悪な状態だからね。一対一っていう状況で、バスの中で、バスって言っても小さいバスだろうから、あの時期に大きいバスを出す会社はないと思うから、小さいバスだろうから、でその空気の中、気の合わない人だったらもう最悪な状態に陥るからね。いやー、でも1対1か。こういう時代にもう突入してたんだ。5年前知らなかった。知らなかった。でも、観光ガイドさんを使って行くっていう人がいてくれるだけいいよね。サービス満点だったそうです。そうなんだ。まあそうだよね。満点だったらまだね、気持ちがよく帰れたんなら本当に良かったと思うわ。本当に最悪なこともなきにしもあらずだからさ。レイヤさん、セネター柴田って誰？知らん。柴田、日本人？誰だろう。そんなんで結局透明性と安心をなんて歌ってるんだけど、政府は全く透明性が私に対してはまずないから、ちょっとね不安。このままライセンスが出ないまま結局はもう決まりましたよってことだから、1295万ドルっていうお金がバーンって動くわけだから、以来恵子さんとはインスタでメールしてます。そうなんだ。じゃあその方はまだサイパンにいるってことなんだね。なるほどなるほど。外出ないんで本当に分かんないんですよ、誰が誰だかさっきもセネター柴田さんって全然分かんないし、深夜さんのがね結構知ってるんですよ。深夜さんのがその恵子さんも知ってるかもしれないです。ちょっと私分かんないですね。もうほんとね、知らないことだらけというか、もう道路も分かんないことが多くて、昔って運転を自分で全然しなかったんで、だからメインの空港からぐるーって大きくミドルロード、ビーチロード、山の中って1本しか道路がないんですけど、つながってるその道路ぐらいしか知らなくて、
ね、最近いろいろ挑戦して山の中入ったりしてったんですけど、うねさん、あん、あんにょん、あにょはせよ、あにょはせよ、こんにちは。うねさんどうもいつもありがとうございます。もう、あにょはせよ、今日は韓国語できましたね。そうそれでなんだっけ、山の中とか最近トライしてるんですけど、まあたどり着けたことないですね。まだ2回ぐらい同じ場所トライしたりしてるんですけど、全然海どころか同じ場所に出ちゃって。サイパンは市長、セネターはいないのか。なんか今日セネターなんとかって書いてあったな、新聞に。でも日本人の名前じゃなかったよ。柴田っていう名前じゃなかった。市長っていうか、なんか町長みたいのはいるでしょ。サイパン、だってサイパン自体がサイパン県みたいな感じなのかな。サイパン市って感じなのかな。何なんだろう。サイパンあんまりほらアメリカにも認められてないようなところだからね。なんかアマゾンとかでお買い物をするアカウントは作れるんだけど、アマゾンで売るアカウント、セラーのアカウントを作ろうとするとサイパンとか入らないし、あの銀行なんかでもそうだよね。サイパンとかオンラインで作ろうとすると全く作れない。サイパンっていうのが選ぶ場所がないの。こうみんな選択だって出てくるのになってるんだけど、藤さん、サイパン行ってみたいですねって。サイパンのリピーターのくせにもよく言う。私よりいろいろサイパン知ってるぐらいに知ってる人たちしかここには来てないっていう感じだよね。お姉さん、深夜さん、小太郎さんもね、みんな多分私よりサイパンを知ってる。もうだってなんだっけ、バスガイドさん全くわからないし、もう結構ね、知らない領域のことの方が多いから勉強になりますよね。でちょっと挑戦もしてるし、挑戦しててもまだたどり着けないことのが多いんだけど、でも深夜さんのこの間のリクエストのチャランカノアは行けたからね。チャランカノアビーチホテルだっけ、あそこはちゃんと迷わずに、看板も出てなかったけどそこを曲がれた。ここだよなと思ってちゃんと曲がれた。でシュガードッグも行けたし、小太郎さんの好きな方面じゃないかな。チャランカノアとかだから、ススペの方、そっちの方をずっと、まあビーチロードだけどね、取って帰ってきましたね。あの辺はまだ迷わなかった。でも小さいホテルが結構あっちにもこっちにもできてて、あっちの方で、あれみんな中国人とかの投資なんだと思うんだよね。サイパンで85万ドル投資するとグリーンカードがもらえるから、それの投資にあたってみんなああいう小さいホテルを経営、ちょうど悪い時期にみんな立ちちゃったよねって感じだよね。コロナ前ぐらいにみんな始まって、桜マリンのアクティビティ制覇はそれアクティビティは無理だよ。しゅうちゃんを探せはひっそりやってるんだよ。ひっそりしゅうちゃんを探せは小さい声でだけどやってるの。もう全然見つからない。しゅうちゃんを探せってタクシーも見てはいるんだけど、
全然見つかんない多分動く時間帯が違うんだと思う。多分ね、きっと。だから私が動くような時間にはもう観光客の人を連れてぐるんぐるんどっか回ってんのかもしんないし、私とちょっと動く時間が違うのかなって感じ。さっきダウンロードした方の動画を流しとこうかな。しーちゃん電話したら早いじゃん。それじゃあだって電話したらダメなの。電話したんじゃダメ。それじゃあなんか何の意味もないっていうか、これね、今日の夕日じゃないけどちょっと綺麗な夕日も見てもらおうかなと思って作ったやつですね。太郎さん、今のオーナーさんの前のオレアイビーチバーさんは何回出ました？何回か行ってましたかな、もしかして。今のオーナーさんもわからないし、前のオーナーさんもわかんないかもしれない。多分前のオーナーさんっていうのは多分日本人じゃない人だよね、前の人は確か。誰だっけ、あれ誰だっけ、あれオレアイビーチの今の方がわかんないですね。昔は私あそこに荷物を置かしてもらってたんですよ。だから多分知ってる。ピンヤさん、桜マリンの今の場所って昔サイパントローリングってありませんでした？桜マリンはそこにありましたよ。この間の動画で発見したクラウンホテル、中っていうか庭っていうか、庭じゃない、プールサイドっていうか、プールサイドの向こう側っていうか、プールあった、あそこクラウンホテル。あれれクラウンホテルプールどこ行った？さん、前のオーナーさんはフィリピンの方でした。そんな感じだったっけ？じゃあもしかしたらそんな感じの方は知ってるかもしれない。知ってるっていうか会ったことあると思います。で、桜マリンの今の場所はだからあれれクラウンホテルのビーチにありましたよ。なんか今思ったんだけど、クラウンホテルのビーチにビーチじゃない、プールどこ行っちゃった？クラウンホテル。動画の音、ごめん、動画の音、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、申し訳ない。動画の音全然気にしてなかった。ごめんなさい、申し訳ないです。お礼合いのピンクの看板が目立ってましたね。お礼合いのピンクの看板、お礼合いピンクだったっけ？全然覚えてないわ。ダメだ。この間通ったばっかりなのに全然覚えてない。全く覚えてない。ダメだね。うねさん、ありがとうございます。すいません、動画の音消し忘れてました。全く忘れてました。すいません、ありがとうございます。もうお礼合いフィリピンの方
のような気がする。昔とそこに一緒にダイビングショップが入ってたんですよ、昔。俺愛のところに、その人のとこに荷物を置かしてもらってたことがあって、それでね知ってるだけなんですけど、お恋愛の方とは何回か会ってるはずなんですけど、あれお恋愛、いやお恋愛昔の色ですよ。深夜さん、昔の色。ひかりさんのドスの効いた美しい声が聞こえる。ドスが効いたってすいません、ドス聞いてるわけじゃないんだけどね。ごめんなさいね、美しい声が出せなくて。ねえ、俺愛ってあの頃やってなかったわ、そういえば。だって荷物置かせてもらってたもん。あれ俺愛だよな。多分俺愛だと思うんですけど、俺愛レストランだと思うんだけど、そこに荷物を置かしてもらってて、やってたのかな。あ、やってた。あれ笠井くんがやってたの俺愛じゃなかったかな。いや、なんかちょっといろいろごちゃごちゃしちゃってます。あれが俺愛だったのか、あらら消えちゃったし、あれが俺愛だったのか俺愛じゃなかったのか、あれ消えちゃった。あれ動画が半分しか入ってない。どうして？なんであれ、なんか失敗しちゃった。今日全部失敗だな。すいません。今日動画なんか半分重要な方が入ってなかった。終わっちゃったごめんなさい。ちょっと明日やり直します、動画。すいません。街の中のをまたやったんですけどね、撮ってたんですけど、ガラパンを見たい方は昨日とか一昨日の動画を見てください。ちょっとすいません。あれ今日また最新のちょっとね、海とか撮ってきたもん、全然入ってない。初めだけで終わっちゃった。すいません。どういうことこれ。失敗しました。失敗してしまいました。あれサーフクラブと勘違い。小太郎さん、サーフクラブってどこ？サーフクラブってどこ？サーフクラブって PIC？ 笠井さんはプロダイブだったような。プロダイブじゃないな。プロダイブじゃないな。プロじゃなかったような気がする。何だったっけな。もう顔は覚え、小太郎さん、チャランカノはもうね、あの辺ぐしゅっと混乱してしまいました。もうさっきもワールドリゾートとダイヤモンドホテルが同じものだとは全然思ってなかったし、同じものだったんだね、あれね。もう全然思ってなかった。甲斐さんはプロダイブは違うと思うんだよな。なんかね、プロダイブ
太郎さんチャランかのはももう混乱してます。めちゃくちゃ混乱してます。プロダイブじゃないと思うんだよな。昔ワールドリゾートじゃない、ワールドリゾートじゃない、ビーチが見えないビーチホテルなんだっけ。えっとオーシャンビューホテル、オーシャンビューホテルに入ってたダイビングショップだったはず。昔その昔ね。それであそこに戸田さんのダイビングショップ、名前がいきなり出てきた。なんていうダイビングショップか忘れちゃった。名前はいきなり出てきた。今ずっと忘れてたのに。そこに横に隣に笠井くんがレストランを、名前は俺あえじゃなかったっけ、やってて、違ったかな。もう間違えたら嫌だな。間違えてたらすいません。そこにやってたの2人が隣同士にいたのは確かだと思うんだけど、なんていうダイビングショップだったか、なんていうレストランだったかは全くわからない。忘れてしまいました。なるさん大丈夫ってありがとうございます。慰めをありがとうございます。誰も何も言ってくんなくなっちゃったからね。ちょっとお水飲む。ちょっとお待ちください。すいません、お水の深夜さん MOC は違う MOC はほら GIG の前だから、昔その昔、違う MOC じゃなくてプロダイブじゃなくてシーショアじゃなくて猫が鳴いた。もう思い出さなくていいよって、猫ちゃんが言ってますね。名前はなんて言ったっけな、全然思い出せないんだけど、いつものことなんですけどね。ちょっとずつ記憶がポン。サーフクラブって PIC にあるやつじゃなかったっけ、違ったっけ。サーフクラブっていうところが何者なのかは分かんないけど、名前は聞いたことある。サーフクラブ全然出てこないんだけど、まずいねこれね、本当に。サーフクラブどこだ、思い出せない。なんで何もみんな喋んないの、おかしいな。止まっちゃったよ。またコメントおかしくなったりしてる？コメント欄大丈夫だよね？変なになってないよね？なんか黙られちゃうと、なんかまたアイスクリームのエイは元気ですか？元気だと思います。ちょっと待ってね。
あれこれなんで映像切れちゃうの本当にもうもう違うのを出しときましょう。キャランカの方面ね出しておきましょう。ちょっとアイスクリームの A は元気ですか？アイスクリームの A は多分前に聞いた話だけど2枚とか1枚とかしかいないとかって言ってた。なんかまた新しい根があるっていう話は聞いたけど不実じゃないです。なるさん中国人って打ってくれたのね、ありがとうございます。打てたのね今日で。中国人がって入れるとダメって言ってたよねこの間ね。小太郎さん、サーフクラブさんはチャランカノア付近のビーチバー。この辺だ、チャランカノア。あれこれ違う？いやいや、チャランカノア。チャランカノア付近のサーフバー、サーフクラブ、ビーチバー。ダメだ、もうあっちの方のビーチバーになっちゃうとほぼほぼ知らない。全く行ったこともないんじゃないかなと思うようなところだと思うんだけど、多分 PIC のとこのなんだっけな、あれチャランカのカプリチョーダ系列のバーは一度だけ行ったことあるけど名前を知らない。全く知らない覚えてない。もう今あるのかはわからない。そのマネージャーをやってた人はもう日本に帰っちゃったからわからないもうね、だからもう15年前ぐらいの話だと思うから全く記憶にないね、名前としては。この辺チャランカノアだと思われます。ススペなんだっけ、アクエリアスタワー、アクエリアスタワーで合ってるよね確かです。これ先週ぐらいの映像ですね。ちょっと待ってね。よいしょ、すいません、お待たせしました。今日ね動画用意してたんだけどその半分をなるほどどれなるほどうねさん、どれなるほど動画用意してたんだけど入ってなかったです。すいません。さっきの海のシーンの後に続くはずだったんですよ本当は。続くはずだったのにその半分を入れるの忘れてたんだと思うんですよ。でダウンロードをさっき配信し始めて忘れてた、ダウンロードパソコンにと思ってダウンロードしたんですけど全く半分ないとは知らなくて。これシュガードッグですね。シュガードッグね、ダメ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 よ、ダメダメダメ。よし、すいません。猫ちゃんが来ましたね。ここがシュガードッグのところ
私よりみんなのが知ってるんだと思うんだけどでさすいません猫ちゃんがね、あのパソコンジャンプをまたやりそうだったんで構えるんですよね。こう何も遊んであげないとわざとやってくるから、すいません、ダメが連チャンしちゃいました。でもちょっとショック、動画入れたのに、入れたつもりで配信始めてギリでダウンロードが終わって OBS に入れて成功と思ってた自分が情けない。全く成功じゃなかったね。全く。もうちょっとショックだわ。なるさんはありがとうございます。いつも慰めを大丈夫、ありがとうで、今日まだマイクが入ってるだけね。あの姉さんも大丈夫、ありがとうございますありがとうございます。猫ワイナットありがとうございます。猫やばいの、本当に配信終わっちゃうからね。太郎さん、スマホも私もバッテリーダウン、ありがとうございました。ありがとうございました。また来てください。よかったらいいねボタンとなんだっけ、チャンネル登録よろしくお願いします。今日ライブ配信40回目ぐらいになるんじゃないかな、もしかしたら。多分きっと。ありがとうございます。また遊びに来てくださいね、小太郎さん。またです。どうも。手振ってもわかんないよね。そうだよね。意外と素直なんで、そのまま答えてしまうんで。スマホで見ててくれたんですね。じゃあスマホでこうイヤホンとかでですかね。そんなの聞こえてたらよろしくないもんねありがとうございます。なんか飛んでるよ。え、なんか飛んでるよ。なんだろう。やっぱ飛んだ。気のせいじゃない。ところで、いいねボタンはどこにありますか？うねさん、ハートが飛んでるんだ。いいねボタンは、チャットの下にとかにないですか？いいねボタン、名前の下にあります。ぜひお願いします。明日の活力になります。ぜひぜひ、よかったらね、押してください。いいねボタン、いいねボタンって書いてあった。いいねボタンは分かりません。いいねって書いてあった。ねじゃなかった。騙された、うねさんに。いや、もうチャットの下とかじゃないのかな。いや、画面とこにあるんじゃないのかな。私これ OBS って画面を見て配信してるんですよ。普通の画面じゃないんですよ。パソコンの
あんまりね、そういう人のはいいねは名前の下にあったと思ったけどな。人のはいいねして帰ってくるんですけど、ピコって人のを見た時、最近ではかまいたちさんとか千鳥さんの見ていいねって押して帰ってきる。チャットの下、スマホの下は IH です何 IH？ お湯沸いちゃうよ。お湯沸いちゃう IH。 スマスマホの下は IH。 スマホでスマホででも見てくれててありがたいですよね。スマホででも私配信とかあんまり見たことがないんでよくわかんないんですけど、これでちょっと今動かして YouTube の画面に行くでしょ。YouTube の画面に行くとスタジオの画面に近い。これ動かしていいの？動かしたらパシッて切れたりしないの？でも怖いからな、パシッて切れちゃったりしてまた怖いから、なんか設定を変に触るともうね、また1週間配信できなくなったりするから。キッチンでスマホ爆音です。やめて爆音、やめて、この声やめてください。イヤホンとかで聞かないと世間の迷惑になっちゃう、ね、発声練習してね、ちゃんと綺麗な声でも出るんならやるんだけど、綺麗な声出ないから、絶対にもうずっとこの声だからダメ。話してる内容も頭いい内容じゃないしだから普通に隠れて聞きましょう。隠れていろんなとこいじるとね、また変なことになっちゃうからね。この間深夜さんがスローにしてって、動画をスローにしてって、それはね結構勇気いった行動だったのね。まあ一か八かでできたからよかったんだけど、キッチンでスマホ爆音、ちょっとなんかあれだよね。ちょっとこう自分の配信とかを聞き直したりしないんですよ。あんまりっていうか、音が出てない時はちょっと聞き直したりするんですけど、なるさん部屋で爆音ありがとうございます。深夜さん、ノキアってまだありますか？ノキアが何？出た、また難しい問題。ノキアが分かりません。ノキア何でしょう？ノキアって何？どこにある？何者？何屋さん？お店？それとも建物？全く想像がつきません。これがなんだっけ、さっきダイヤモンドホテルじゃなくてグランドホテルか。危ない。グランドワールドだよね。ノキアって何者ですか？ノキアが何者だかがわからない。教えてください、深夜さん。何者だかわかりません。なるさん教えてって。なるさん飲み始めました？もしかしてお酒入り始めました？
もうなんかなんとなくと思っただけですけど、なるさんなぜわかるの？なんとなくそう思っただけです。ああ、深夜さん、携帯メーカーノキア見てない。昔そうですよね、ノキアだった。昔サイパンで一番初めに買った携帯電話$1600、手に入手にポリ包まれちゃうサイズ、めちゃくちゃ高かった。1600ぐらいで、本体が月々の料金がいくらだったっけな、あの時。今は携帯今はインターネット込みで180ドルぐらいかな、毎月が確か。しんどい。日本でインターネットをつなげる携帯って1900円とか980円とかで今あるでしょ、ネットプランみたいな。こういうのがないからね。ドコモができて、IT&E がちょっと競争でも起こしてくれるかななんて思ってたけど、甘かったね。何ヶ月フリープランっていうのがあって、3ヶ月かな、3ヶ月フリープランっていうのがあって、私もちょっと乗り換えたんだけど、乗り換えない方が良かったかもしれないとか今思ったりしてるもんね。昔は台風が来たりするとドコモは全然使えなくなっちゃって全くダメだったので、 IT&E が台風来た時でも結構つながったりしてたのね。で IT&E の方がいいんだと思って IT&E に乗り換えたら IT&E 台風来たら全然つながんなかった。どういうことと思って、ね、これから先は多分政府なんかは IT&E とかの特別なやつとかを使ってるんだと思うんだけど、今でも夜中2時ぐらいとか2時半とかになると全くつながんなくなったりするの。ネットが YouTube さえ見れないっていう状態に陥って、で昔は夜中電話して対応してくれてたんだけど、今はもう対応してくれるどころかなんか電話も出ない。 IT&E 夜はもう全く対応しなくなっちゃったみたいで、ノキアなんか懐かしいな。さっきのカジノの話どこまでしましたっけ、忘れちゃったじゃん。全くどこまで話したか忘れちゃった。何を話したっけ。カジノのライセンスがまだ降りてないからっていうとこは話したよね。でライセンスを発行するにあたって柴田さんが発行してくれるっていうセネターが発行するよっていうことで終わってたんだよね。確か違ったっけ。みんな眠いモード入ってる？もしかしてお眠に入ってますか？これがこれでとりあえず言うことだけちゃんとお伝えしとかないとね。どこまでお伝えしたか忘れちゃった。どこまで言ったっけ。まあ
カジノができるんじゃないかっていう話だよね。あとは政府が OK さえ出せば、これ政府が決めれる話だから、連邦に聞くような話じゃないから、ライセンスを IPI、昔のカジノ会社が使えなくなっちゃったライセンスをまだ持ってるから、それを引っ張ってくるわけじゃなくて、もう一個出せばいい話であって、新しいキングさんがカジノをやってくれることを祈るって感じですよね。カジノが始まれば、また観光客の人も来たいって思ってくれる人もいると思うし、ね、あのホテル、昨日の映像でカジノの映像を出したけど、カジノのホテルの映像を出したけど、あれがね動いてくれればまた盛り上がるんじゃないのって。サイパンカジノだけでも結構お客さんを呼ぶ集客にはかなりなると思うから。あとでもね、カジノで前はカジノのテーブルでタバコを吸えたけど、今なんかタバコうるさいじゃない。そういうのでどうなるのか。韓国なんかはやっぱりまだカジノでタバコ吸えたりするじゃない。今どうなんだろう。最近の韓国のカジノ事情わかんないけど、ちょっと前まで忘れたはずなんだよね。結構ギャンブルやる人ってお酒飲みながらタバコ吸いたいっていう、深夜さんとかではタバコ吸わないからねって言ってたよね。タバコをやめた人が多いんだよね。タバコが吸えるからサイパン来るんだっていう人が結構昔はいたから、うちのお客さんなんかタバコ吸えないならもう何の意味もないって、グアムの方がいい、何でもあるからグアム行くって言ってグアム行っちゃう人ももちろんいるし、サイパン何も買い物するとこもないからね。そんなんでね、結構お客さんは自然だけじゃね。で、あとね、今日お客さんというか知り合いの人に言われたのは、マリアナスバラエティを日本で翻訳してるのかな、翻訳して読んでるのかな、なんかね、なんだっけ、タモロ文化とカロリニアンの文化を守っていくって書いてあったんだって。だからそういう感じが強すぎるからダメなんじゃないのって言われたんだけど、それも一理今の時代だから、文化とか堀を大切にするっていうのはもちろんいいんだけどね、それを一面に持ってくるのもちょっと今の時代では日本ではあんまり、なんて言われたんだっけな、排他的なんて言われたっけな、排他的地域って言われちゃったのかな、そんな排他的とか言われちゃって、ちょっと難しい言葉で LINE で返ってきたからちょっとよく分かんなかったんだけど、深夜さんカジノで働いたら光さんカジノ動いたら光さん動きますカジノ動いたら、動いてなくても今動いてるけどライブ配信してるけどダメ。カジノ動いたらきっと飛行機会社も動くと思うんですよ。旅行会社がまず動くでしょ、カジノ動いたら。だからカジノにライセンスが出ましたよって言った途端に、まずライセンスが出ましたよって言わなきゃ、今キングさんもチームキングさんっていう会社もあのホテルを直したり
稼働させるように整えていくことをしないと思うんですよ、普通に考えて。それにはだからまた時間がかかると思うし、半年なり1年なりで、もちろん人も雇用しなきゃいけないし、だとしたら、マネージャーの人を中国から呼ぶとか香港から呼ぶとか、そういう段取りもどんどん動いていくと思うんですけど、ライセンスをこうしたってなったら、いろんなところが多分旅行会社とかも動くから、そっからですよね。じゃないとね、今のサイパンには光ないし、まずだけど一番の問題はとにかく治安だから、治安が良くならないと、こんなに治安が悪い状態じゃ毎日強盗だのねえ、スリだの、スナッチャー、ひったくりか、ひったくりとか、こんなことばっかりある状態じゃダメでしょう、本当に。カジノがライセンス降りたらそれなりの雇用が増えると思うから、そしたらおまわりさんも増やさなきゃいけないと思うから、これで増やさなかったら、今日ね、だってなんか知らなかったんだけど、 CUC に私たち、違う違う、免許証を取るのに$50ぐらい払ってるんですよ。お姉さんお帰りなさい。どっか行っちゃってたんですか？お帰りなさい。免許証を取るのに$50ぐらい払うんですよ。そのうちの 10% が CUC に払われてるんですって。それ知らなかったんだけど、なんで CUC に払われてるかっていうと、街の電気とか街の街路灯、ああいうのを直すために。お風呂行ってたんだ、うねさん。お帰りなさい。さっぱりしましたね。じゃあ深夜さん、テニアンの時は何の動きもなかったでしょ。テニアン、テニアンのこの間潰れちゃったってやつの時だよね。ダイナスティの時はそれなりの動きはあったけど、ダイナスティの時はやっぱりだからあれじゃないの、本格的なのかただの投資目的なのかっていうところが分かれてくるんじゃないかな。だからチームキングさんもただの転売目的だとしたら、旅行会社動かないよね。カジノ始まんないよね。ほら、カジノ見えてきた。窓とかないから、ああいうのは直さなきゃなんないじゃん。窓とか割れちゃってるし。そうだよね、この間のテニアの時全然知ってる人は知ってたんだろうけど、テニアにカジノがあることを全く知らなかったからね、潰れるまで。詐欺に遭いましたなんて言って、あんな裁判沙汰になるまで全く知らなかったんで。そうだよね、一理あります。一理どころか、それ深夜さんの方がもしかしたら合ってるかもしんない。そっちなのかな。ただの投資目的とか転売目的で。知らないうねさん、全く知らなかったですよ。この間潰れるまでカジノあったこと1ミリも知らなかった。うねさんは知ってたの？深夜さんも知らなかったんだよね、この間のカジノね、テニアンのカジノ。全く知らなかった、本当に知らない。ああいう感じで終わられちゃったら、そう
だよね。あの時はだって飛行機会社も何も。え、知ってたよ。あら、知ってたの？知らなかったよ、全く。このカジノの名前が何だかも知らないもん。なんていうカジノだったのかも知らない。手にあったやつ。一回も行ったことももちろんないし、だってもう私がだからもう動かなくなってから、引きこもりに入ってからオープンして、このライブ配信を始めたぐらいに潰れちゃったっていうところだから、もう全然知らない。去年だっけ？去年潰れちゃったんだよね。去年だっけ？ライブ配信を始めたぐらいに潰れちゃったっていうニュースが流れたから、全く知らなかった。あったんだっていう感じ。それまでサイパンのニュースどころかなんか何にも見なかったから、全くね、サイパンのニュースとかを目も通さなかった。このライブ配信をするまで。とにかく英語を見たくない、英語も喋りたくないっていう状態にいたから、もうどうにもなんないよね。だして本当に知らない間にできて、知らない間に潰れてしまいました。じゃあどんなカジノが出来上がってたのかも全く分かんない。そうだよね、深夜さんの言う通り、そういう可能性あるよね。何の動きもないっていうね。もしかしたら転売のために買って1295億って、1295万ドルっていくらよ。20億ぐらい、15億ぐらい、16億ぐらい、16億でホテルが作れないよね。あのホテル16億で作れないよね。作れんのかな。作れないよね、きっとね。割安ではあるんだろうから。手にカジノのライセンスは別だっていうから、そこがちょっとネックだけど、取れるっていうハンコ付きっていうの、お墨付きだけど、いつ発行するかは分かんないからね。うねさん、韓国人あたりが手を出しそうだよね。だからもう一つの会社は多分韓国系の会社だったと思うんですよ。オークション競り合ったのが。もう一つが120、違う1290万ドルで出して落っこっちゃって、でキングさんが取ったっていう状態だったらしいんで、裁判所は OK を出してたんだけど、で政府の人たち、一部の政府の人たちと、クレームを入れて、それを売却するのはダメって言って止めてたんだけど、今回、多分その人たちと訴えてた人がいたのよ。この IPI って前の会社を。で、債権があるからそれが払われないとうだって揉めてたんだけど、多分そこをセトルメントかなんかに持ってったんだと思うんだよね。で、ここがクリアになったから今日売却が OK になりましたっていうニュースが出たんだと思うんだけど、その後だから
深夜さんの言う通りテニアンの時は何も動きなかったでしょって、それにつながっちゃうかもしれないしね。皆さんケンジントンあれに金かけるくらいだしね。えケンジントンさんはケンジントンさんと PIC と COP か、今3つだよね。でケンジントン今これからクローズでしょ。いつまでクローズになるかわかんないけど、今日人も解雇するって書いてあったよ。だからあ、うねさんそういえばごめんなさい、昨日いらしてないよね。昨日いらしてないよね。そう一昨日かな、一昨日言った。あれまた止まった。ほらなんてこと。なんで止まんのこれ。すいません。え深夜さん、何年も潮風にさらされてるから建物使えないかも。本当にそれで修復工事なのかな。1ヶ月っていうアナウンスだけど人も解雇するって言ってたから、どうなんだろう。姉さんケンジントンあれは採算取れないよねえ。姉さん何ほら一昨日かな、私ココナッツ亭が問題あって閉めたみたいですよって言ったのは昨日訂正したんですけど、ココナッツ亭昨日行ってきて、動画見てもらうと分かるんですけど、やってましたでオーナーは変わってましたというご報告です。すいません間違ってました。一昨日の情報は間違いでした。一昨日はね結構なところからの情報筋だったんですけど、めいちゃんいましたね。めいちゃんいた。ウェイトレスの子ですよね。いるめいちゃんいます。あとコックさんもいます。でコックさんがもう一人のフィリピン人の人とパートナーになって、ココナッツテをやり始めた。でバングラの人がそういやイミグレーション的なものはあったらしいんだけど、メイちゃんたちには関係ない。その彼たちには今のココナッツ店には関係ないらしいです。ガセでした。ある意味ガセで、オーナーは変わってメイちゃんとフィリピン人の子でココナッツ店は新たにやり始めてました。ちゃんと閉まってませんでしたという報告を昨日したんですけどね。うねさんちょうどいらしてなかった。そっかケンジントンがもしかして本当に修復なのかな。いやでも人も解雇って出てたから、プルメリアホテルとかもそうだったでしょ確か。1ヶ月閉めますみたいな感じで、うねさんよかったって、よかったです、お昼も食べれますねこれで。ランチやってるのかは聞かなかったけど夜はやってました。ちゃんととりあえず裏を取りに行ってきたんですよ。違う、なんかね引っかかってちょっと確認しに行こうと思って確認してきました。昔だからそういうホテルの時に1ヶ月クローズしますなんてアナウンスがあると永遠にクローズだったりそういうことがあったんで、どうなのかなって今回も
天神とさあれだけお金かけてどうなのかなって感じですよね。姉さん昼抜きになるかと思ったランチやってるか分かんないけど、やってると思うんですけど、ちょっと待ってください。で2人でやってましたよ。オーナーさんパートナーシップでやってて、でもう一人だからめいちゃんが働いてるって。昼にビーチで食べるピザがうまいねあ、美味しそうですね。ちゃんとビーチに持って行って食べるんですね。その方が味がある。なんかいい感じ。うん。ね、ココナッツテのなにゃにゃダメ。調理は2人だね。調理はコックさん1人しかいなかった。で、めいちゃんがいたっていう感じですね。あとはもう一人ぐらいいるのかな。でもほら今暇だからフロア一人でも十分回ると思うし、どうなんだろう。海坊主なんかフロアに4人ぐらいいたな。そういえば多分忙しいんだと思う。あの辺はね、ココナッツ店もそうか、古くからはやってるけど、どうなんだろう。でも頑張ってるよね。ローカルのお客さんもあそこは行くから。昔はね、ココナッツ店はお刺身が美味しいって言って結構有名だったんだけど、パパさんが釣りに行ってそのままそれを持って帰ってくるからっていう意味だったんだけどね。今は買ってるみたいだけど、漁師さんから。どうなのかな。とにかく本当に人がいないのよ。どこ行っても、ビーチ行っても何しても貸し切り、全て貸し切り。天神トンさんもだからあんだけお金かけてね、1ヶ月ぐらい休むって言ってたけど、ココナッツ店のメニューにないけどポキ丼うまいよポキ丼ね。お魚がね、あれ新鮮な時じゃないと美味しくないからね、ポキ丼はね。ポキ丼、昨日今日とお刺身食べましたね、久しぶりに。お刺身お魚どこで買っていいのかもう分かんなくて、で南の方行かないとお魚屋さん、漁師さんのお魚屋さんないよって言われてて、あっちまで行かなきゃないのかと思ってたんだけど、こないだ行ったんだけど、その時全然そんなの頭になくて、で昨日ひまわりに寄った時に、昨日かな一昨日かな一昨日か、ひまわり寄った時にマグロのお刺身があったんで、それをちょっと買ってきたっていう感じかな。ローカルのねカツオとか美味しいんだけどね、なんとかっていうのがいたら自分じゃ取れないからなって。なんかほら
体がしびれちゃうとかなんとかって虫がいたりするんでしょ、カツオとかって。もしそういうのがいたりしたら、プロの料理人の人はそういうの取れるだろうけど、丸見えとかでそういうのやってるとやっぱ自分でさばくのはなんかなって思ったりするから、焼いても死なないとかなんか丸見えでやってたから、世界丸見えああいうのいるのはちょっと嫌だなって感じだから、なんかね、ローカルのカツオ美味しいんだけどね、レストランで食べるとめちゃくちゃ美味しいんだけどね、もちもちして。東京の人なんかがこっちでカツオ食べると本当美味しいっていうもんね、もちガツオで。塩ガツオだったり炙って食べたり、いや食べたいな。レストランじゃないとな、ちょっと怖い気がするんだけど、こんなにお魚を食べない期間があったのも初めてかもしれない。しょっちゅう前はずっと外食だったからもうしょっちゅうお魚とか食べてたんだけど、お刺身とか食べてたけど、外食しなくなってから。カツオ釣りに行ったねさん前ね、お客さんに連れられて船出して、船借りたから一緒に行こうって言われて行ったら、17フィートとか16フィートぐらいの船で外洋出てったから、もう死んじゃうこれと思ったんだけど、もうびっくりした。バナナボートぐらいの船で外洋出てって、あれは怖かったな。あんなこと初めてだったから、だいたいね27、8フィートの船で行くから。姉さん、テニアンの50メートル手前行く、手前食いで、手前食いで50、テニアンの50メートル手前行くでかな。テニアンのだいたいあっちの方行くときはテニアンの方行ったりするときは27、8フィートの船じゃないとちょっと怖いっていう感覚があったから、過去からしてね、過去のいろんな自分の今まで見てきたサイパンの船の事故とかそういうのを見てきたあれで、やっぱね27、8フィートないとね怖いわけよ。あっちまで外洋出て釣りに行くの同じく16フィートぐらいの船、マニャガハ送迎船、マニャガハ送迎ならいいけど、手前くらいでね。テニアン行くのに16フィートぐらいの船じゃちょっとやばすぎるよ。そのうち割れるよ、パーンって波で。何回も見てる、そういう事故に。あれ16フィートぐらいの船って湖用とかだから、結局外洋用じゃないのよね。マニャガハと送迎とかにはいいけど、一回それで外洋行ったことがあって、もう本当にドキドキだった。すごい怖かった。いつもね、私たちうちのお客さんなんかでレンタルするのは28フィートぐらいの船なんだよね。こういうのだと安心感がやっぱ違うし、外洋行く時は気をつけた方がいいですよ。本当に
気をつけようがないけど、出てっちゃったらもう大変なお金かかるからね、事故とかになると。船会社がその船会社が持ってくれるとか、そういうことを考えない方がいいから。ヘリコプター代だの何代だのって本当にかかっていくから、気をつけないと。限定海域くらいだもんね。日本だってそう限定海域だもんね。ね。日本限定海域まで行っちゃったら相当だけどね。本当に。テニアンはもう海峡を渡るから、あそこの波で本当に船割れかねないからね。パシャンって、まあ、ひっくり返るってこともあるし、高波来たら本当怖いから、本当に怖い。かなりビビりながらね、早く帰ろうよってずっと言ってた。もう超怖い。小さい船じゃもし事故があったらっていうことね、考えちゃうからね。そういうことを考えなきゃいいのかもしれないんだけど、テニアン手前かなり水深あった。あるある。だって海峡を越えるから、テニアン海峡越えるから波も高くなるし、まあなぎってる日ならまだしも、それでも波があるから、いやほんと怖いよね。この間乗ったカヌーの人たちも昔はテニアンとかああいう船で行ってたって言ってたから、怖いねって言って話してたけど、まあ今はね、内海がこう行かないみたいだけど、なんで繰り返っちゃったら本当大変なことになっちゃうから。昨日かなんかもヘリコプター飛んでたから、なんか事故あったんじゃないかなと思うんだけど、一昨日かな、昨日かな。今の時期遊覧飛行とかほぼほぼないと思うから、多分ヘリが飛ぶってことは事故だと思うんだけどね。結構な勢いで飛んでたから、もうビデオ撮ろうと思ったらもういなかった。早くて。こんな感じなんですよ。ドル円どうしたかな。今日なんか日銀会合かなんかで、結構145円まで上がったんだ、ゴールデンウィークだというのに。これ146円で戻ってこなかったら上突き抜けちゃうかもしんないね。ゴールデンウィークにこんな円安やめてよって感じだよね。ゴールデンウィークは円高でいてくれたらね、みんな結構お財布も楽にちょっとはなるんじゃないかなと思うんだけど、円安はちょっとみんな辛いよね。円高がいいんだよね。そうだよね。円高じゃないとお財布の紐が緩まないんだもんね。そういうことだよね。なるさん、円高頼む。エネさん、みんな寝たんじゃないか。
寝落ち、みんな寝落ちするんだよね。いたね、なるさんいたね、なるさん。みんな寝落ちね、このガラ声で寝落ちしちゃうのかな。寝落ち心地よい声ならね、寝落ちするのもわかるんだけどね。心地よくないでしょ、ガラガラしてて。ねさ、あ、いたって寝落ち、寝落ち枠ねさん、寝落ち枠うちのチャンネル寝落ち枠ね、もうバズり枠とかになってほしいよね。ちょっとね、このまんまじゃ YouTube 続けていけないよね。もう今日で多分本当ライブ配信40回ぐらいになったと思うんだよな。この間数えた時に36だか7だったんだよね。36回目だか7回目だったんだけど、もう全然もうみんなね、ちょっとずつこう本当にちょっとずつ来てくれたりして見てくれたりしてくれる人がいてくれるだけまだありがたいんだけど、本当にありがたいんだけど、もうなんかこう何か考えた時にふと落ちることがあるよね。結構みんな全チャンネルさんとかはもう今はやってなくても結構な回数見られてたりみんなするのに、うちってほぼほぼ回数も伸びないし、これでいいのかなってやっぱ思ったりするもんね。よくないよね。いいわけがないんだけど、どうやって映像が良かったりもちろん面白かったりしなきゃダメなんだろうね。リハビリ兼ねて始めたんだけど、やっぱそういうことは気になります。頑張っていきたいなとは思ってるんだけど、今日からゴールデンウィーク、本格的ゴールデンウィークでしょ。今日の夜出発とか、明日明後日火曜日ぐらいまでゴールデンウィークって続くんだよね。確か違ったっけ。日本の暦がわからない。サイパン明日とか明後日とかまだプライベートビーチ感があったら寂しいよね。どこ行っても今のところまだプライベートビーチっていう感じだから。あとカジノがさっき深夜さんが言うように、あれだったら転売目的だったらもうアウツだしね。転売目的とかなんだっけ、投資目的のちょっとだけやるっていう状態だったらアウトだしね。でもガラパンのど真ん中でちょっとだけやるっていうことも結構不可能に近いよね。手にあんだったら本当に私なんかは分かんなかったけど、うねさんは知ってたっていうしな。全く知らない間にオープンして、全く知らない間にクローズしてたからね。なんか今回はそういうんじゃないことを祈って、やってくれればね、本格的にやってくれるんならきっとなんだっけ、飛行機会社が動く前にまずHIS やああいうとこが動いてくれると思われるから、これを期待しているしかないんだけど
寝たもしかして。なるさん飲み始めて眠くなっちゃったんじゃないの？昨日だよね、結構飲んでたのは。昨日結構飲んでたよね、きっとね。なるさん毎日飲んでます。まだ酔っ払ってないな、なるさん。さっき酔っ払ってるのかなと思ってたんだけど、そうでもないみたい。まだマスがついてるっていう感じで、また明日も配信していきたいと思います。今日はもう1時12時、みんな寝たでしょ。これ寝落ちしてるよね、みんなね、きっとね。寝落ちしてると思うので、そろそろ終わらせていただきたいと思います。今日も本当にみんなありがとうございました。また明日、今日出せなかった動画、またガラパンのあれなんだけど、ちょっと違うガラパンで出したいと思います。またね、明日新しい、毎日新しい動画をちょこちょこ、街のお散歩動画だけどね、お散歩動画また出していきたいと思います。うねさんおやすみなさい。ありがとうございます。またなんだっけ、終わり方がまだわかんないんだ。よかったらいいねボタンと、うねさんいいねボタンお願いしますね。なるさんお願いします。いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。うねさん、なるさんありがとうございます。しんやさんありがとうございます。のばるさんのこたろうさんありがとうございました。それではおやすみなさい。失礼します。結構何を探してみる？何を探してみるのかな、うねさん。探してみる？切ろうかなと思ったけど、何を探してみるのかな。何の話してたっけ？なるさん、何同じです。何を探してみるのかな。いいねボタン探してください。よろしくお願いします。ではまたです。おやすみなさい皆様。失礼します。ありがとうございました。